ってやってたらピッて押してバンってやってイエーって逃げてくる。へへへてっ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 てうしょ。やっほー。こんにちは、小原の部屋へようこそ。はい、今回は平和な企画ですね。夏なので夏のWhat's in my bagをやっていこうってことなんですけど、前やったのだいぶ前だよね。ただ大したものがない。ちょっと紹介してくね。最近めっちゃ使いまくってるんだけど、これがねすごく軽くて使いやすいの。これ無印のリュックなの。でこれ中身入ってんだけど、中身抜いたら綺麗にペターってなんのよ、四角く。だから畳んで旅行行くとかサブバッグにもできるからすごい便利で、ここもなんかこうキュッて締められるから広げて大きく使ったり、あとここポケット両脇ついてるから飲み物入れたりとかできるの。ここも若干見えてんだけどポケットついてるからすぐ使うようなもの出せるし、メッシュ素材だからすごく使いやすい。めっちゃ軽い。まあちょっと今物入ってるからあれだけど、ほんと軽いまあ絶対使うべき日傘は必須だよね。今持ってきたのはちっちゃいやつなんですけど、もっと本格的な暑さになったらもうちょっと大きいやつを使ってるんだけど、これ雨の日使って持って帰ってきて玄関で乾かそうと思ってブワーって広げた時の猫たちのリアクションがすごい好きで、あえて集まってきたのを見計らってバーンって広げるっていうすっごい意地悪な飼い主。こうやってシャ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 ってやってたら「なあおかえり」って来るの。「あただいまね」って言って「ってなんか待ってんのねえ」ピッて押してバーンってやって「イエー!」って逃げてくる。へへへとかすっごい嫌な飼い主。あとは虫よけ。これもう19ぐらいから使って、ちょっと多少パッケージ変わってきたけどハーブの香りがする。ちょっと出して平気？苦手な人いたらごめんね。私もこれ仕事で使ってめちゃくちゃいい香り。夏はこの香りがします。夏以外は香水つけてる時もあるけど、だいたいすれ違うと私は虫よけの匂いがします。でも虫よけって感じの匂いじゃないです。そうなの。よかったら使って。パーフェクトポーションアウトドアボディスプレーエクストラシトロネラペパーミント。虫刺されやすいんだ。なんか本当に嫌なんだけど、まあ言ってるんだけど、私15歳ぐらいからジンマシンを持ってて、でも長年だから8年ぐらいお薬飲まないと痒くなっちゃったりとか、お薬飲んでても顔がこう赤くなったりするのね。そんな体質の私がこの夏場蚊に刺されると大変なことになるんですよ。誤解される。なんかキスマークみたいになっちゃうの。本当に。そう、赤みが出やすいから、だから足なんかさ、なんかワンピースとか着てさ、なんか撮影ですとかって言ったら足20箇所ぐらいなんかこう刺されちゃったりとか、刺されやすいのね。まあそれぐらい刺されて赤くなったらさすがにキスマークとは思われないだろうけど、でだんだん治ってくると黒ずんでくるの。すごい嫌なの。あと無印で言うとちょっと持ってくるの忘れちゃったんだけど、この夏発売された夏用の紫外線カットするパーカーがあるんだけど、すごい素材が薄くてちょっと濡れちゃったとしても15分ぐらいポンと置いとけばすぐ乾いてくれるやつがあって、それも便利です。あとはね、これですね。アネッサのデイセラムってやつ。なんかもともとちょっとピンクっぽい色が入ってて、ファンデーションを新調しましたとかって最近なんかココラジとかで言ったんだけど、この人に相談をしたい。あなたにみんなに相談したい。なんでそんなファンデーションみんな綺麗に塗れんの？なんかね、浮いてくるの。だから入念にスキンケアして気になるとこちょっとコンシーラーとかやるけど、これやってっていう方が断然肌綺麗に見えるの。これで外に出てること多いかも。でもまあ紫外線より強くなるからもうちょっとなんかガードした方がいいなと思ってマスクを買ってつけてるんだけど、これさ買ったんだけどすごい違うんだよ。これ女性みんなつけたらこうなる。なんかさ知ってる某アイドルがさマスクつけたらさすごいな、顔ちっちゃいんだねみたいな。違う、私はそれを言いたいんじゃなくて、世の女性はこれをつけたらみんなそうなるから。私ちょっと自分で思った。私顔ちっちゃいのかなと思ったけど全然そんなことない。普通。びっくりして。でも紫外線はしっかり守ってくれるから、だからこれで帽子かぶったらもう無敵だろうね。気になった方はぜひ。
ごい。でも帽子かぶって日傘したら全身白でちょっと怪しい人いたら小原です。サングラスしてサングラスはしないけど、あ、だからメガネはしてるよ。これを常にかけてるかな。これでもいろんなとこでかけてる。あとは帽子って言ったけど、もう夏は髪の毛は言うこと聞いてくれないので帽子は必須ですね。これとか、これなんか素材が夏っぽくて、あと紫外線続きで言うとなんか飲む日焼け止めみたいなの売ってたから買ってみた。でもこれドラッグストアに置いてあったから多分ゲットしやすいと思う。それ4時間。あ、そうなんだ。まあだから塗り直すのと同じ感じってことだよね、日焼け止めを。私ね、ちょっと今ちょっとだけ思ってるんだけどね、またあの人たちのように髪の毛を明るくしたいという欲が今あって、いやすぐにはしないんですけど、でも私のこの肌色でやりたい色味にするとなんかドブみたいな顔色になっちゃうの。肌は明るい方なんだろうけど、よく見ると近寄ったらわかる、ちょっと黄身のかかったなんか明るい顔なの。この方たちのような、ちょっと映ってないんですけど、とても綺麗なお色なんですよ、お二人ともハイトーンの。この方たちのようにするとなんかドブみたいな色になるから、だからなんか前に2020年にやったんだけど、自分で耐えられなくなって4ヶ月で戻したの。でもやりたいけどやらないと思う。多分ロングヘアの人がいきなりバッサリ切るとか、こんな髪の色の人がいきなりハイトーンにするっていう時は多分一声かけると思うんだ、事務所に。当時明るくすると誰にも言わないでやっちゃったの。なんか言われた？あれって言われた。あれなんでやったのって言われたから、20代のうちにやりたかったのと、あとはちょっと前まで1年間プリキュアをやっていたから、プリキュアをやってる期間にハイトーンにしちゃったら小さな子供たちを驚かせちゃうと思ったのでやらなくてって言ったら、じゃあ1年我慢してたんだって言われて、そんなことはなかったんだけど、はいって言ってまあじゃあはいはいいいんじゃないって言われて、私にはすごく優しかったから本当は言った方が良かったんだと思う。あとは当時ブリーチした時に、美容院行った時にこうブリーチしてさ、全部髪上がるじゃん。ブリーチしてるなんかこうお薬をやった状態でラップされるじゃん。しかも長時間やることなくて、だからこういう角度で写真撮って、自分のこの画角の写真を撮って母親に LINE したの。写真だけポンって。母親から何これフカヒレどっか行ったのってきてなんか食べたのってきてそうなんか明るいなんか紙っていうか明るい何かが重なって、その上にラップされてるから食べ物に見えたんだよね。フカヒレってきて、私とか違う、私これ髪金髪にしてるのってこれあんたの髪の毛なのってきて、どうしたのってきたから、いややってみたくて、あそうごめんね全然髪の毛に見えなかったって言って、終わったらまた連絡しといてってきてその日また夜帰ってきて LINE のビデオ通話して本当だっていうやり取りをした。あとはなんだろう、腕時計がこういうタイプに変わる。基本革のとかつけたりするんだけど、汗かくからこれラバーっぽいのとか、これは今日1個しか持ってこなかったけど、季節考えてなんか、香水とかもそうだし、ブレスレットとかもいつもなんか決まったシルバーにつけてるんだけど、ちょっと天然石に変えたりとか。夏これは必須ですっていうものあります？扇風機とか別に持たないって感じなんです。そうだね。でも今なんかちょっと買ってみた。この前インスタ開いてみてたら、平成はスケルトンが流行ったねみたいな投稿があったの。ポンとしたらアマゾンの広告だったんだね。アマゾンに飛んで、アマゾンで売ってるスケルトンのものがうわーって出てきたの。じゃあそこにあったなんかハンディファンのスケルトンのがあって買ってしまいました。でもまだ届いてないのでちょっと今回間に合わなかったんですけど、今後ロケ企画でちょっとスケルトンなちっちゃいサイズのやつが映り込んでいたら、あいつアマゾンで買ったやつなんだなって思ってください。このリュックめっちゃ便利なんでお揃いにしてください。ぜひ。以上です。夏苦手なんですけど、でもお出かけしたいですね。でもみんなでわちゃわちゃしたい。何ビーチフラッグ大会、運動会、夏の大運動会。秋やろうぜ。でもスポーツはやりたい。夏はやだ。夏の時期はやりたくないけど。
小原の NG で覚えてて、夏運動 NG って多分カメラ回ってない時言ったのかな。バドミントンをやりたくて、プライベートでも集まってバドミントンやってくれるような友達が欲しいって言ったら、ああそうなんだって言われて終わるかなと思ったの。そしたらいいじゃん、やろうよみたいになって、みんなできるよみたいになって、すごいいい人たちだなって思った。なんかプライベートでもこいつ関わってもまあいっかって思ってくれてるんだと思って、すごいホッとしたっていうオチで終わります。ありがとうございましたバイバイ